ご視聴ありがとうございます。ももかんと申します。今回は1月15日実装、モーニエのビジュアルについて学術的に完全解説をしていきます。体型から服装や身長まで数値で網羅的に解説しますから、よければ最後までご覧ください。また、今回は新たな取り組みとして、モーニエの性格、価値観の分析も軽く行ってみましたので、そちらもぜひ感想をよろしくお願いします。ネタバレは行いません。このチャンネルでは今後も推しの良さをすっきり理解できる動画たくさん出していきますから、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。まずはモーニエの3サイズと体型についてです。バストウエストヒップの大きさをキャラクターのスクショから長さを計測して楕円に近似して求めました。モーニエのバストはトップが85センチ、アンダーが80センチで B カップ相当となります。サイズ的には椿短筋と同程度で、ショアキーパーやカルテジアよりはやや控えめなラインです。全体としてはこの位置になりまして、サイズ感としては全体的にもこじんまりかなという感じになってます。しかしね、こういうまとまりの良さって刺さる人にはど刺さるやつなんですね。もうわかる人向けです。ただし、この上着が結構張り付いてまして、やや数値的に曖昧な部分がありますから、教授には今度水着をプレゼントしようかなと思います。えぐいやつね。後ろから観察すると、ちなみにこんな感じに見えまして、バストがね、全然横に出ておりませんから、こじんまり感は確実かと思われます。なお、胸部のボリュームに近い指標になるトップの長さだけを見てみると、ボクレーとか椿短筋と同程度となっております。非常にいい感じのバランス感になります。ここでバストの形を正面と側面から見てみましょう。女性のバストの正面の形は9種類に分かれることが知られています。モーニエのバストの正面の形に最も近いのは、おそらくラウンドで全体的に丸い感じです。衣装が鉄壁なんで断言はできんのですけどもね、斜めから見る限り丸そうかなと思います。また横から見た形には大きく6種類あります。モーニエのバストの側面の形に最も近いのは、おそらくお椀型で上下対称な感じかなと思います。これも斜めから見ますとお椀をひっくり返した感じがわかるんではないでしょうか。続きましてウエストヒップ見ていきましょう。ウエストは68センチでヒップは98センチでした。日本人女性の平均ヒップが90センチぐらいですから、これと比べるとちょっと大きめかなという感じです。斜めから見ますとヒップは結構しっかりしていることが伺えるんですね。こちらね、義肢ということですが、一体何と注文したんでしょうか。森でっていうにも限度があるやろと思いますね。ウエストとヒップの比率は一般的に 0.7 ぐらいがバランスがいいとされていて、ヒップ側にボリュームがあるバランスがいいとされています。モーニエのウエストヒップのバランスは 0.7 で、こちら非常にバランスが良さそうですね。義肢はウエストヒップ比が 0.7 になるようにしてくださいと注文したことがこれで分かりました。また3サイズから体型を3つに分類してみました。バストが大きいリンゴ型、ウエストにくびれがある砂時計型、ヒップが大きい洋梨型です。計算式は以下の感じです。計算の結果、モーニエの体型は洋梨型で、全体としてはヒップが大きいかなという感じです。教授はこういうところにもこだわりがあるんですね。恐ろしい。いや、しかしありがたい。では、可愛いモーション見ていきましょう。まず攻撃の1段目ね。いや、これね、1段目からこれすごいんですよね。ちょっとね、皆さん落ち着いてくださいね。姿勢がまずポイントなんよね。このね、片方の足をスッと伸ばしてもう片方は曲げる。この伸ばすと曲げるでバランス取ってるわけですね。でね、わかりますかね、ここの曲線ね、このカーブがね、女性感をめちゃくちゃ強く出してるね。いやいや、ここね、丸みがね、強調されてますね。はい。で、2段目なんですけれどもね、2段目ね、ここでちょっと距離取ってね、ふわっと座って髪を整えるという感じですね。で、仕草がね、ほんまにお美しく仕上がっております。で、3段目はね、ちょっと疲れたから食事をとるという流れになってますね。いや、こちらね、非常にいい香りがしそうですよね。もうこの息からね、いい香りがしてくるんですね。もうこっちまで鼻の通りが良くなるやつね。もうこれは栄養価高いです。いや、すんごいシステムやな、これな。で、4段目でちょっと弱々しい感じが出てくるんですね。無理はいかんですからね、無理はね。無理しない範囲でね、ちょっと見せていただけたら助かるなっていう感じですね。で、銃撃を撃ちますと、2つありまして、こっちは強化状態に入るパターンですね。これね、目が綺麗やね、ほんまにね。で、もう見ることもなくタッチパネルを操作しながら攻撃するっていう感じもね、非常にお美しいですよね。手つきがもう慣れやもんな、これな。で、普通の銃撃もね、体が決して強くないというところでね、撃つとね、倒れるんですね。で、そこから抱えてもらえるっていう感じやね。この弱いパートがあるからこそ、全体的にね、効いてくるんよね。本気を出すと凛々しい女性に生まれ変わって強力な攻撃を出せるよというこのギャップがね、めちゃくちゃ魅力的なキャラクターになってるんちゃうかなっていう感じがしますね。では、太ももの太さを見ていきましょう。体の正面と側面の長さを計測して、円形筋を用いて周囲長を計算しました。ここが一番盛り上がりを感じますから、こう計測しております。
すると、全体の長さは62センチぐらいでした。前の厚みはだいたい20センチぐらいになってます。500ml ペットボトルの高さが20センチぐらいですから、これとほぼ同じかなっていう感じです。名鳥のキャラの中ではちょうどいい立ち位置にあるかなという感じがしますね。こちら短金とか鹿ぐらいになってます。しかしこれね、義手なんでね、こうなるように作り込んだんだろうと思うと非常に満足感が高くなっておるわけです。では、ヒップのラインを見ていきましょう。ライン測定のために滑空状態を下から撮影しまして、ヒップラインのカーブを数値化しております。すると、モーニエのヒップは見た目に丸いとわかるカーブになってます。数字で言うと、こちらの直線より約 26% ほどの膨らみを感じます。一気に膨らみが上がって、あとは長めに流れるラインです。何回もしつこいんですが、これ義手なんでね、このヒップを意図的に作ってるっていうことやからね、これどういう趣旨があるかを後で個室でじっくり聞きたいところですね。では、この体型が歩行に与える影響を見ていきましょう。モーニエの歩きはね、これ非常に落ち着いてますね。いやー、いい感じですね。もう実感のような安心感があります。で、特にね、足が綺麗ですね。やはり歩くたびにキラキラ光っててめちゃくちゃ美しいです。やっぱり反射してほしいっていう願望をね、しっかり叶えてくれる名鳥、さすがだなと思いますね。ただ残念ながらというほどではないんですが、全体的な動きに関してはね、短筋を彷彿とさせるような感じになってます。しかしこれがいいんですよね。もう刺さる人に刺さればいいんだって話なんよね。万人受け狙い出した瞬間味が薄なるからね、こっちはこっちでちゃんと需要がありますよと思います。では次に全体的な服装と露出を見ていきましょう。全体的なテーマを一言で言うなら、知性の色気っていう感じです。露出は決して多くありません。ですが、胸元の小さな無防備が機能服の中にちゃんと人間らしさを残してるわけです。完全防護じゃなくて呼吸を感じる余白がある。ここがずるいわけです。それで、この透明な義手ですね。これはね、肌を見せるって話とは別軸で見せる要素になってるのが強いわけです。隠すべき怪我とか義手を隠さずに、むしろどうって見せつけているような感じがめちゃくちゃ可愛くなってますし、弱さを弱さのまま終わらせない構図になってるんよね。で、このハイヒール形状も効いてます。脚線が伸びて細い足首から床へ落ちるラインが強調されてるわけです。研究者衣装にありがちな重さを消して凛とした緊張感を作ってる感じです。あと視線誘導が気持ちいいんよね。胸の円環から縦の紫、足の内部のラインに至るまで回路が縦連結になってて、データと光が体を流れる人っていう設定をね、一筆書きで視覚化してるわけでございます。こちらの白衣コートを前開きで落とすのも分かってるなって感じですね。体を左右から額縁みたいに縁取って中心の黒い本体をなお細く見せる。研究者の征服感を保ったままスタイルだけ鋭くしてるのがもうこれ偉い。ここで露出度計算のために医学で使われる肌面積計算の方法を編集して使います。すると全体の露出度は 13% ぐらいかなっていう感じです。しかしね、これね、めちゃくちゃむずいんよね。この足を露出とみなすべきか。いや、これは露出か。ということで、露出度はやっぱり 53% や。この数字だけ見るとね、鹿とか白紙に近いラインになってきます。非常に多いなという印象ですね。あと、温根は横太ももね。いや、これほんまやばいんでね、一回落ち着かなあきませんわね。一旦抱きついて落ち着きましょう。あったかい。次に服の破れ具合見ていきましょう。このゲームはダメージを負うほど服が破れる仕様になっています。まず正面から見ますと、上着にほぼ左右対称でデカめの傷が2つ見えますね。で、横から見たら胸のところにちょい汚れがついてる感じです。ほんで後ろですが、また上着にね、でかい傷がついてるっていう感じで、前後でしっかり攻めてくるタイプやね。で、正面に戻ってスカートなんですが、ここに少し傷がついていまして、細かい傷もちらほら見えるっていう感じですが、致命的に大きい損傷はないですね。で、肝心の足なんですが、こちらも大きな傷っていうのはないんやけど、靴のところに細かい傷がちょいちょい入ってるなって感じです。この義手はね、モーニエの生命線やからね、しっかり頑丈に作っているということでしょう。次に身長を計算していきました。計算方法として漂白者の手首から中指の長さを基準にしてます。ここの長さは女性平均でおおむね17センチらしいですから、この数値から身長を割り出しました。すると、モーニエの身長は頭頂あたりから足首までで160センチぐらいでした。足首までだと同じぐらいの身長なのはボックレーあたりになっております。というか、ボックレーと靴込みで全く一緒だなという感じですね。
教授はこの身長まで美しいということが分かってきます。次に体重を推定してみました。体の各部位の体積をもとに体重を推定しています。こちらは超概算ですから注意です。計算の結果、モーニエの体重は服を除いて約 60.6kg ぐらいかなっていう感じです。身長160センチくらいの女性の標準体重はだいたい 56.3kg ぐらいですから、これをやや上回る結果になっております。これはヒップとか下半身がやや大きめだからですね。ただこの義肢の重さが未知数なんで、実際のところはもっと重いかもしれないし軽いかもしれないという感じです。よくわからないんでね、膝の上に乗ってもらいましょう。生き返ります。次に顔と髪を見ていきましょう。まずここですね。右目を前髪で隠して見える左目だけが主役になるよね。この視線がね、そこ一点にスッと吸い込まれるわけです。赤からピンクの瞳が寒色の髪色とぶつかって冷静そうですが、見た目だけ生々しい色気出ちゃってるんですよ。で、こちらの小さめの輪郭にボブの外側のボリュームがフレームを作ってると。これでね、顔の繊細さがぐっと強調されますし、フェイスラインを髪がかばってるんで守られるような距離感が残ってるわけです。髪色はね、冷たい感じではあるんですが、細くて柔らかくてね、光をふわっと拾うんよね。なんで冷たそうなのに触れたら柔らかそうという温度差がツヤとして残ってるわけです。背中側のロング髪がカーテンみたいになっていて、隠しつつも中央の細い線を見せ場だけ残してます。このショートボブとロングヘアが合体したような髪型もね、最高の上を行ってるんですね。露出よりもドキッとするの、これも隠す美学、隠しズムを十分に感じると言っていいでしょう。次に髪の毛の柔らかさを見ていきましょう。計算は髪をバネ質量計と仮定しまして硬さを算出しています。するとこの長い部分は新しいラップをふっと押したような感じになってます。ほぼ抵抗感なくスッて入って、ほんでそのまま繊維がほどけていく、柔らかく溶けていくあの感じです。柔らかさ度合いで言うとカンタレラと同じぐらいのグループでサラサラの代表の一人と言ってもいいでしょう。教授は髪にも抜かりがないという感じです。次にモーニエの性格、価値観を簡単に分析していきましょう。やっぱり見た目がよく分かったら次は中身も気になるよねということでちょっとやってみようかなと思います。価値観の理論にシュワルツの価値観理論っていうのがあります。こういうものですね。人が何を大事にして動くかを円形に並べて整理している理論になります。モーニエのプロフィールを見ていくと、主に自分で決める自己決定とやりきれる達成、この2本柱かなっていう感じがします。まずは自分で決めるについてですが、例えば鉱物を全部まとめてね、研究を止めずに吸い込むだけで食べられる形にするという、もうこの発想がね、効率中なんですよね。栄養素ね、一旦全部ミキサーにかけましたみたいなね。私も最近完全食にハマってるんでね、すごいこれはわかりますね。また、やりきるについてもよく見えてまして、研究プロジェクトをですね、反対があっても推し進める、止まらない。ただ強引にご利用するんじゃなくて、みんなの知恵を集めて完成させるという、要するにね、やりきる方の達成欲が成果に着地してるって感じがします。社交が苦手でもね、みんなをまとめて結果のために突き進むっていうのがかっこいいんですね。もうね、遠回りって概念を嫌ってるっていうのがね、めっちゃわかるんでね、私もそうなりたいなと思います。次にモーニエの現時点での二次創作人気度を見ていきましょう。ピクシブにある各作品の割合を見ていきます。ピクシブにある全ての作品数は597作品でした。過酷作品は255作品でした。つまり過酷作品の割合は 43% という感じになります。この割合はだいたいフローバと同じぐらいかなという感じです。これどうやろうね。モーニエはね、一部の人に強烈に食い込むっていう感じがするんですよね。フローバの時はね、このフローバの胸のあたりに浮き出たね、肋骨とかね、骨の感じがね、すごい刺さるという方、一定数いらっしゃって、私もそのうちの一人なわけですけれども、モーニエの場合はね、やっぱこの足がね、どれぐらい刺さるかで結構変わってくると思うんですよね。この足系もね、巨大なジャンルの一つ占めてますからね、今後の成長に期待していきましょう。次に性能とおすすめの凸数見ていきましょう。性能はですね、不協和ギミック対応のサポーターヒーラーっていうことですね。自身の防御力ステータスを参照するサポート兼回復ということで、要するにシュワキーパー的なやつかなと思います。で、耐久支援とダメージブーストも持ってていろいろできるよって感じですね。不協和については自分で調べてください。で、
一つなんですけども、次の3つの質問に全部はいの方は取っていきましょう。いいですか？質問1、あなたは賢い女の子が好きですか？質問2、あなたは静かな女の子好きですか？質問3、あなたは変わった足が好きですか？これら全部にはいの方はどんどん綴っていきましょう。ここまでのビジュアルをまとめると、モーニエはこんな感じになってます。モーニエはね、白衣の金翼で包んでいるのに、内側の光と透明義士が全部喋ってくるんよね。で、上はキュッとまとまって、下はしっかり丸みを残す。この設計はもう分かってる人向けで非常に察してきます。知性の色気を静かに見せつけてくる研究者という感じです。次にモーニエの香りを考察、妄想しました。モーニエに近づくと青白い爽やかな透明感と磨き上げたガラスの冷えた匂いがスッと立ち上がって薄く溶け込みます。それは感情を表に出さず合理と規則で世界を整えている性格を表した香りです。やがて粉雪感と樹脂が温まるような余韻が小さく息をします。その細い光の筋のような残り香がそっと私たちを包み込んでくれることでしょう。解説は以上になります。にしても中国のキャラは足をあれこれデザインするのがほんま好きやね。これ国内の規制の都合とかいうのもあるんかもわからんけど、これのおかげでね、新たな癖を世界中にばらまいてるわけですね。やりたいやつやってんねって感じで、ほんで刺さる層には刺さるというのが非常にうまい具合にできてます。この動画についてご指摘、ご感想などありましたらお気軽にコメントよろしくお願いします。今後もここでしか得られない女性キャラクターの最新情報を提供します。見逃したくない方はチャンネル登録と高評価ぜひお願いします。あとコメントもお願いします。以上、ももかんでした。ではまた。